カズネチャンネル始まるよ。こんにちは、カズネです。今日は毎日の皿洗いにとっても便利な商品を買いましたのでご紹介したいと思います。大日コーポレーションさんから販売されておりますサンサンスポンジです。こちらね、4個セットでつながって届きますが、実はこんな薄いんです。何個買っても場所を取らないというのが私の中ではすごく嬉しくて、今回こちらを選びました。サイトによってはこちら1個単位で売ってるところもあるんですが、公式サイトはこの大きさになります。私は黒を買ったんですが、他の色もありますね。サイズ違いもあります。はい、サンサンスポンジの L サイズになります。この違いですね。おそらくキッチンでは小さい方が使いやすいと思うんですね。じゃあこの大きいの何に使うのというと、私はお風呂場で使おうかなと思ってこちらのサイズ購入しました。こちらは2個です。色もこちらもブラックを買ったんですが、あとグリーンがあります。私が今回サンサンスポンジを選んだ最大の理由は、収納スペースが狭くても大丈夫なところですね。4つ畳んでしまったとしてもこんな感じ。こちらはね、よくね、100円均一で売っているスポンジですね。同じものではないんですけど、よくある100円均一と同じ商品です。1個でこの厚み、これをね、比べてみたいと思います。ピンクの方1個です。で、黒い方が4つあるんですよ。2分の1の大きさで済むっていうのがとても嬉しいんですよね。サンサンスポンジは前からチェックはしてたんですけど、なかなか買えなかったんですね。と言いますのも、私はスポンジを前はこういうタイプを使っていて、100円均一で買っておりました。100円均一だとこれが6個ぐらい入ってたんですよね。これを1週間に1個使って捨てるっていうのが私のパターンでした。安上がりだなと思ったし、あと衛生的だと思ってやってたんですけど、とにかく収納に場所を取ること。引っ越したのでなおさらなんですけど、ちょっと収納スペースがなくなってしまいまして、前の2分の1ほどになりました。その関係でどうしてもスポンジのスペースを取りたくなかったっていうことで、今回やっとこのサンサンスポンジに手を出すことができました。次に気になったのはお値段ですね。100円均一ですとこの大きさ100円で6個手に入ります。サンサンスポンジ、これでおそらく1200円ぐらいします。100円均一から見たらちょっと割高なんですよ。ただ長持ちするっていうのがもう最大のメリット。あとは泡立ちがいいということは、洗剤の量を減らせるので洗剤の代金も減ると。そういうのいろいろ考えると意外と経済的なんじゃないかなと思って買ってみました。こちらね、このまま薄いスポンジではなくて、実は圧縮されております。ギューッとね。だからこれをちょきっとこういうところビニールを切るとブワーッと膨らむわけですね。今から開けて膨らませてみたいと思います。はい、それではサンサンスポンジ開けます。シューって言ってる。お、だいぶ膨らんだんじゃない？これ。膨らんだよね。膨らんだ。3倍ぐらいですね。3倍ぐらいに膨らみました。すごーい。こんな感じ。今まで使っていたこの100円のスポンジから見るとほんの一回り小さいですね。 1.5 倍ぐらい厚みはありますね。こっちの方がやっぱり気泡みたいなのがいっぱいあって洗剤がすごく泡立ちそうな感じです。はい、じゃあ今度ね、サンサンスポンジ L サイズ大きい方膨らませます。あ、もうね、ハサミを入れた段階からシュッて空気が入って膨らみ始めてます。おお、やっぱり膨らみましたね。まだ膨らんでる？相当圧縮されてるんだね。圧縮すごいな。はい、こちらもおよそ3倍ぐらいに膨らみましたね。サンサンスポンジ L サイズの方が少し大きめにはなります。手にのせた感じ、こんなぐらい。大きいけどフィット感ありますね。ちっちゃいサンサンスポンジです。でかいサンサンスポンジいきます。おすげえ膨らんだ。はい、
我が家のお風呂です。お水が少し入っている状態になっているので、これを流してお風呂掃除したいと思います。はい、お風呂の水抜きました。で、我が家のお風呂洗剤はスプレーをして1分ほどで流せば終了というものなんですが、私は気分的にこの後スポンジでこすっております。なので今日はこれから、サンサンスポンジ L サイズ初めて使ってみます。やってみます。いい感じ。この洗剤って本来あんまり泡立たないんですけど、こんな感じ。ちょっとね硬いからどうかなと思ったんだけど、いい感じ。傷がついているような様子もないですね。いい感じ。どう？前の100均の。前はなんかね、こうやってこすってもまだどっかにね、皮脂汚れみたいなね、ざらつきがあったりするんだけど、今のところわかんないね。そうする？ちょっと流してみないとわかんないだろうけど、一回流してみます。ツルツルじゃん。すごっ。この辺に水があったんだよね、さっきね。ほら。前入った時さ、少しザラザラしてるなって感じ。そう、ザラザラしてて気になってたんだけど、それがない。ツルツル。すごいすごい。あとね、やっぱり綺麗に落ちてるせいか泡切れが早い。それもいいですね。使ったスポンジをね洗うんですけど、洗剤残りすごい少ないですね。結構洗剤って中まで残っちゃって後で泡立つんだけど、これ泡立たない。早い。でね、水切れが早い。100円均乗って、置いとくとここジャーって水道から水が出てるみたいに水が出たんだけど出ない。こうやって置いといてんだけど、これでボタボタ水が垂れてきたの。垂れない、本当だ。すごい水切れいい。いつもね、こうね、わざとね、こう斜めにこうやってしてたの。水切れるように。水切れるように。でもその必要がないから、たまにね、失敗するとね、これがね、コトって落ちてたんだけど、水平に置いても全然平気。全然垂れてないじゃん。全然垂れない。これいい。垂れたこの下の床がびちょびちょになったり、変な水垢が残ったりするんだけど、それもない。あら、これはいいですね。これがじゃない。今お夕飯の片付け終わったところなんですけど、これ今私が使ってるスポンジと買ったサンサンスポンジです。このスポンジ悪くなかったんですけど、だいぶ汚いんでね、もうそろそろ取り替え時です。これ洗ってみてね、泡立ちを確認します。今まで使ってたのでいきますね。一応泡は立つんだけどね、こんな感じ。綺麗っちゃ綺麗ですね。キュッキュ言ってる。はい、サンサンスポンジ使ってみます。泡立ちめちゃくちゃ早い。ほんのちょっとやっただけ。すごい。うわ、泡すごい。こっちもいい。ちょっとくしゃくしゃの回数多くしないともう泡立たない。これたったくしゃくしゃって2回だけ。2回だけ2回だけでもうこのぐらい泡立ってる。置いてって。ちょっと斜めにするよ。水切れが全然違う。すごい。もうほぼすぐ切れちゃうね。ほら、全然違うじゃん。もうね、すでに最初濡らす前とあんまり重さ変わらない。そっち側は？こっちが垂れるね、まだ。これいいわ。はい、というわけでこちらのサンサンスポンジいかがだったでしょうか。だいぶ長持ちするということなので、この後しばらく使ってみてどんな状況になったのかも後で報告したいと思います。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。
最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。